皆さん、こんにちは。スマホ加速度データの活用シリーズ第4回目となります。今回は、歩行分析とピーク検出というテーマで、実際に Python を使ってデータの革新に迫っていきます。それでは、今回のアジェンダについて説明します。今回は、スマホ加速度データの活用シリーズの第4回目、いよいよデータの革新に迫る、ピーク検出に入ります。まず、前回までの流れを簡単に振り返っておきましょう。これまでは、スマホアプリ、Physics ツーロコックスで計測したデータを読み込み、バンドパスフィルターや移動平均処理を使って、分析しやすいきれいな波形に整える工程を行ってきました。今回は、その整えたデータを使って、実際にプログラムを動かしていきます。主な目標は3つです。1つ目は、分析したいデータを1つ選び、グラフとして表示すること。2つ目は、今回のメインテーマである波形のピーク頂点を自動で検出し、グラフ上にマークすること。これによって、一歩一歩のタイミングを特定します。そして3つ目は、検出したピークの間隔から、歩行の安定性を示す CV 変動係数などの統計値を計算することです。数値データから臨床的な意味を持つ指標を導き出す重要なステップですので、しっかり確認していきましょう。まずは前回までの処理フローを視覚的に振り返ります。Physics ツーロコックスセンサースイートで取得したデータを読み込み、ノイズを除去するためにバンドパスフィルターをかけ、さらに移動平均処理を行って滑らかなグラフにしました。そして、歩行が安定している区間のデータを抽出し、保存するところまで完了しています。本日はこの保存されたデータを使って分析を進めます。今回分析に使用するデータについて改めて説明します。データ取得には、無料アプリの Physics ツーロコックスセンサースイートを使用しています。これはスマートフォンのセンサーデータを手軽に記録し、CSV 出力できる便利なツールです。今回は、このアプリ内の GFOS メーター、または線形加速度計と呼ばれる機能を使って取得したデータを使用します。具体的なデータの中身と、分析環境へのアップロードについてです。前回処理を行い、区間指定して保存した、セーバーアンダーラインデータ 01.csv などのファイルを使用します。CSV ファイルの構造を確認すると、1行目はコメント、2行目が項目名となっており、3行目から実際の測定値が並んでいます。この形式のデータを Python に読み込ませていきます。ここから少し理論的な話をします。加速度データからどのような歩行分析ができるのか、代表的な4つの指標を紹介します。1つ目は、リズムカデンツ。歩くテンポの基礎となるものです。2つ目は、安定性 CV。歩行のばらつきを表し、転倒リスクの評価につながります。3つ目は、規則性オートコラー。歩行パターンの再現性の高さを見ます。4つ目は、強度 RMS。動作の大きさや力強さを表します。本日のプログラムでは、特に1つ目のリズムと2つ目の安定性に焦点を当てて算出を行います。まず、時間リズム因子について詳しく見ていきましょう。波形から読み取るべき指標として、まず、ケイデンスカデンツがあります。これは1分間あたりの歩数を指し、平均的には100から120歩程度です。次に、歩行周期時間ストライドタイム。これは一歩にかかる時間のことで、波形のピーク同士の間隔から算出します。このピークの間隔が一定であればあるほど、リズムが安定した、良い歩行であると評価されます。次に歩行周期のフェーズ分解です。歩行は大きく分けて、足を地面についている、立脚期スタンスと、足を振り出している、遊脚期スイングの繰り返しで成り立っています。正常歩行では、立脚期が約 60%、遊脚期が約 40% の比率になると言われています。もし足の筋力が弱ったりすると、不安定な片足立ちの状態である遊脚期が短くなり、地面に足をついている立脚期が長くなる傾向が見られます。波形分析によって、こうした特徴も捉えることが可能です。3つ目は、本日のプログラムで算出する重要な指標、安定性バリアビリティの評価です。ここでは、
CV 変動係数という指標を使います。計算式としては、標準偏差を平均値で割り、100をかけて%表示にしたものです。図の上側のように間隔が一定であれば、安定した歩行路 CV、下側のように間隔がバラバラであれば、不安定な歩行範囲 CV となり、転倒リスクが高いと判断されます。4つ目は、自己相関アウトコリエーションによる規則性の評価です。これは、現在の波形と一歩分ずらした波形を重ね合わせたとき、どれくらい形が似ているかを計算するものです。数値が 1.0 に近いほど、ロボットのように正確で規則正しい歩行と言えます。逆に 0.7 を下回ると、一歩ごとに波形が異なり、ふらつきや迷いがある、要注意な状態と判断されます。転倒経験者は、の値が優位に低いという研究結果も多く報告されています。最後は、RMS 実行値を用いた歩行強度の評価です。RMS は、信号の大きさの平均的なパワーを表しており、単なる最大値ではなく、動作全体のエネルギー量を反映します。高い値であれば、しっかりと地面を蹴り、足を高く上げている、元気な歩行。低い値であれば、すり足や小刻み歩行のような、いわゆる、省エネ歩行の特徴を示します。これはパーキンソン病や肺葉症候群の方によく見られる傾向です。それでは、ここから実際のプログラミングに入っていきます。今回作成するプログラムのステップは大きく3つです。測定値より単一の列を選択し、グラフ表示する。ピーク検出を行い、グラフへマークをつける。ピーク値とピーク間の時間を算出し、平均や標準偏差、CV といった統計値を計算する。これらを順に実装していきましょう。まずはステップ1、データの読み込みと選択です。作業領域にアップロードした CSV ファイルを読み込みます。ここでは例として、saver_data01.csv を選択しています。読み込みが成功すると、このようにデータフレームとして数値が表示されます。次に、読み込んだ多くのデータ列の中から、今回分析したい列を一つ指定します。このコードでは、タイム以外の利用可能な列をリストアップし、ユーザーが番号または列名を入力して選択できるようにしています。インタラクティブに列を選べるようにすることで、どの軸の加速度を分析するかを簡単に切り替えることができます。列を選択したら、そのデータの全体像を把握するためにグラフを描画します。df.plot 関数を使い、横軸に時間タイム、縦軸に選択した列セレクテドアンダーラインコラムを指定しています。タイトルやラベル、グリッド線なども設定し、見やすいグラフを作成します。こちらが実行結果です。選択した列ここでは移動平均処理後のデータが時系列グラフとして表示されました。この波形の山や谷が歩行の一歩一歩に対応しています。次はこの山の部分、つまりピークを自動的に見つける処理を行います。いよいよステップ3、ピーク検出と分析のコードです。まず必要なライブラリー、特に cp.signal から find_peaks をインポートします。次に、サンプリング周波数 fs を計算し、ユーザーから2つの重要なパラメータ入力を受け付けます。1つ目は、height。これはピークとみなす最小の高さです。2つ目は、distance。ピーク間の最小距離を秒単位で指定します。これによって、近すぎる誤検出を除外します。入力されたパラメータを使って、実際にピークを検出します。秒単位で指定されたディスタンスをサンプリング周波数を使ってサンプル数に変換します。そして find_peaks 関数を実行し、ピークの1インデックスを取得します。検出後は、ピーク時の値バリュー、開始からの時間タイム、そして次のピークまでの間隔インターバルをそれぞれ計算してリスト化します。得られた結果をデータフレームにまとめ、表示します。さらに、そのデータから統計情報を計算します。まずはピークの値バリューについて、平均値ミーン、標準偏差 STD を算出し、そこから変動係数 CV を計算します。これにより、足の踏み込みの強さがどれくらい安定しているかがわかります。同様に、ピーク間の時間間隔インターバルについても、平均、
標準偏差 CV を計算します。このインターバル CV が先ほど説明した歩行リズムの安定性を示す重要な指標となります。最後に元の波形グラフに検出したピークをかける因でプロットし、さらにピーク番号を振って視覚的にわかりやすくします。グラフの仕上げとしてタイトル、軸ラベル、判例レジェンド、グリッド線を追加し、plt. 書で表示させます。これにより、計算結果と視覚的な波形を照らし合わせて確認することができます。こちらがコンソールへの実行結果です。今回はパラメーターとして、高さハイトに 0.02、距離ディスタンスに 0.3 秒を指定しました。その結果、各ピークの時間や値がリストアップされ、最後に統計情報が表示されています。注目すべきは一番下のインターバル to next CV です。ここでは約 29% となっており、数値として安定性を評価できています。そして、グラフの出力結果がこちらです。青い波形の上に、検出されたピークが赤い、かける因でマークされ、番号が振られています。適切にすべての山を捉えられているか、あるいはノイズを拾っていないか、このグラフを見てパラメーターの妥当性を確認します。ここで、今回使用したコードの核となる Find Underline Peaks 関数について詳しく解説します。このコードは、sp.signal ライブラリーの Find Underline Peaks 関数を使用して、データ系列 Y 内のピーク極大値を検出しています。引数の Y は、ピークを検出したい元データです。ハイトは、ピークとみなされるための最小の高さを指定します。これより低い値のピークは無視されます。ディスタンスは、ピーク間の最小距離をサンプル数で指定します。検出された2つのピークが近すぎる場合、より高いピークのみを残すことで、ノイズによる誤検出を防ぎます。戻り値として、ピークスアンダーラインインディシーズ、つまりピークの位置情報が返されます。なお、Find Underline Peaks 関数は2つ目の戻り値としてピークの特性に関する情報も返しますが、今回は使用しないため、アンダースコアアンダーラインを使って受け流しています。これは Python で、この戻り値は使わないことを示す慣習的な書き方です。最後に、今回のまとめです。第一に、今回は Python の SciPy ライブラリーにある Find Underline Peaks 関数を使用して、加速度データの波形からピークを自動検出する方法を学びました。第2に、このピーク検出において最も重要なのが、パラメーターの調整です。検出したいピークの高さハイトやピーク同士の最小摩覚ディスタンスを適切に設定する必要があります。特にリハビリテーションの現場では、対象者の歩行特徴に合わせて微調整することが正確な分析の鍵となります。第3に、こうして得られたデータから歩行の質を数値化しました。ピークの間隔ストライドタイムやそのばらつき CV を計算することで、転倒リスクや安定性を客観的な数値として評価できるようになります。